アニョン、パクンです。皆さんは勉強が好きですか？朝8時から夜の12時まで勉強。これを週7で繰り返す。韓国のガチ勢にこれは日常です。今、韓国の SNS で話題になっているのが、韓国で最も激しい受験町、デジドンで生まれ育った人の一生を描いた物語。見た瞬間、鳥肌が立ちました。これリアルすぎます。5歳から英語幼稚園、数学、オリンピックの準備、ご浪して医学部に入学、40歳にアパートをローンで購入、永遠に幸せにならない主人公の話があるんですよ。この動画では、そんな韓国の受験外で生まれた人の一生を日本の皆さんに紹介します。まず1番目の話、幼稚園から狂気な理由です。テチドンに生まれた人の人生要約、5歳から英語幼稚園に入園。この時から狂気の始まり、英語幼稚園プラス英語塾プラス数学塾に入塾、テチ地域の名門小学校に進学して、プラウド英語塾だの、レクスキム英語塾だの、有名英語塾に次々と入塾。内容もわからないまま CNN や BBC、アメリカの教科書を読まされる塾をはしごする日々。小学5、6年から超名門私立を目指して再び塾ラッシュ。中1からは英才高校準備クラスに入ると、おにぎりと天ぷら、うどんばっかりの食べる生活が始まる。そして全員ニキビ大魔王になる。韓国数理オリンピックの勉強を本格的に始める。何言ってるのかわからないハイレベルな問題集を解きながら勉強。隣の子は金賞だ、銀賞だと言ってる中、自分は涙の根性の結果、奨励賞を受け取る。ちょっと解説しますと、デジドンはですね、全国で最も教育熱が高い地区です。地価が高くて、各区内のアパートは平均価格2億円を超えることもあります。そこまでして、小学生から夜10時まで勉強させる親がいる町なんですね。全員ではないんですけどね。そんな中、高校数学の最高難度問題集を中1に解かせます。食生活が乱れ、水面も削り、ストレスと戦っている。そして脂っこい食事で肌荒れがひどくなります。次の話はですね、受験に不満足する理由ということです。中2になると反抗期が来るが、一日中塾に閉じこもって自分は何をしているんだろうと思う。塾が終わって寝る前の数分だけ英語を見る。13で英才高校に落ちる。もう何して生きようと思いながら他の科学校や名門私立を目指すが、そこも全滅。地方も名門高校も考えるが、そこも違う気がする。最終的に仲のいい友達が多く行く普通の進学、ヒュームン高校、丹出附属校などに入学。高1になっても、俺には英才高校を準備していた経験があるから、普通高校の数学なんて余裕だと思っていた。自分の高校の定期テストでは成績が中間層。でも全国の模擬試験では数学、国語、英語で上位2%ほどと奮闘していた成績を徐々に捨て始め、高校2年生では、どうせ大学は共通試験で決まるからと言い訳して、友達と遊ぶようになる。高3では理科と国語で大崩れ。最終的なスコアは全国上位5%ほど。医学部には入れない。それでも、四世大学や高陵大学の一般学科に入学した。説明しますと、思春期でも自由がないんですよね。自我ができ始める時期に人生の目的を見失う。そして一般的には名門でも、低地域の出身者にはレンクが下と感じられます。つまり全国上位の 1% の中で敗北を味わうという構図になるんですよね。でも高校に上がってからは全国試験での好成績で一瞬の優越感を得ます。それに満足してしまい、目指した医学部には入れず、4世とか高陵大学に入学します。総計とか国公立の上位レベルですごいことなのに、敵地区ではまあまあ価値ぐらいの扱いになってしまうんですね。で、そして次の話、医学部にかける理由です。もう大学生だし、ここからは何か変わるだろうと思っていた。しかし、大学生活に馴染めず、酒に溺れ、失敗を繰り返す。結局、逃げるように再受験専門塾に入塾し、その後、地方大学の医学部へ進学する。地方大学の医学部に閉じこもってオナニばかりしていた。同級生たちは彼女を作って楽しそうにしているのに、自分は高校にいても何も話せない。その大学にも馴染めず、また浪人を決める。3浪を追加した結果、今度は自宅近くの名門大学医学部生になって少し嬉しくなっている。でも高校に何
何度か行っても全部振られて、興味を失い、ネットの再受験にチャンネルばかり見ていた。同じ大学の看護学生に良い子いないかなと思っていても、彼女たちは自分を見ると避けていく。なんか違うと感じ始める。解説します。全国で見れば超優秀なのに落ちこぼれとされるんですね。勝ち組になりたくて勉強だけして地方大学の医学部に入っても満足できなくてまだ3年を使って結局入った名門大学の医学部は学歴的には全国上位 1% 以内なんですけれども、そこでも幸せとかではなく劣等感とか虚無が続く。長い間机の上だけの競争で生きてきたため人間関係の構築スキルがほぼゼロなんですね。次の話はですね、医師になっても不幸な理由です。医師免許を取って、やっと人生が成功した気がする。ついに彼女ができるかもしれないと思った。紹介で何度か合コンしたが、全部失敗。そしてついに看護師の女性と初めて恋愛を始めた。研修医として働きながら、何ばかりの日々、希望していたソウルの病院ではなく、聞いたこともない地方の病院で研修。メジャーな医科系列ではないが、命を扱う分野ではある。そう自分に言い聞かせていた。時間が経つと髪が抜け始め、関心も立たなくなってきた。両親が彼女を気に入らず、結局別れることになった。その後、兵役では公務員として地方の田舎に飛ばされる。他の同僚たちはアプリで彼女を作っているのに、自分は毎日ばあちゃん、じいちゃんの診療で疲れ果て、家に戻ってはネット掲示板を見て一日が終わる。解説しますと、医師免許はですね、韓国社会でも最強ステータスの一つですよね。ですが、恋愛も人間関係も学歴10のモードのままなんですね。唯一の癒しが看護師との関係。そして医師内ヒエラルキーでは、下位の地方病院に飛ばされる。良くない医科系列に飛ばされる。過労とうつが重なり髪が抜けて性欲がなくなる。恋愛も失い、都会からも気に離され、再び孤独のネット依存の生活に戻るということがあるんですね。で、最後の話。一生不幸になる理由です。30代半ばになり、結婚相談所でお見合いを繰り返した結果、デチドン、外国語高校出身で少し気の強そうな女性弁護士と結婚。そして首都圏近くに新婚生活の家も買った。やっと子供ができた。子供の教育についてあれこれ言いながら40代半ばで魂を削って貯まったお金でかつて自分が住んでいたデチドンの近くにマンションを購入した。借金を全て返そうと思うと気が遠くなる。自分は一体何歳まで働かないといけないんだろうと考えると頭が真っ白になる。妻はいつも文句を言っている。文句はどんどん増えている。たまには車を運転をしていて、ハンドルを切ってどこかに突っ込んで、もうあの世に行きたいという気持ちもある。これで話は終わります。同じエリート階層の出身と結婚して、首都圏でも10上位圏ぐらいの家を買って、ようやく子供ができたという意味で希望が現れるんですが、子供の教育という言葉が再登場することで、自分がかつて苦しんだデチドンの教育ループにまた繰り返す運命にあるということを暗示します。同時に終わらない論の戦争に巻き込まれ、その奴隷の生活が始まるんですね。抑圧されたうつの表現、国母は終わらないということを示唆して話は終わります。最後に大事な話があって、これは小説だと思います。時代背景的に合わないんですよね。そして実際にここまで極端な人生を歩むような人たちは僕はいないと思うんです。でもですね、多くの韓国人がわかると感じているんですよ。そうなる可能性を社会が内包しているからです。なぜ韓国がここまで学歴に命を懸けるのかについて考えてみる価値はあると思うんですよ。これがみんなきっと理由があるから、教育熱が高くなって、そしてこの主人公もそうしないといけない環境があるというふうに思ってるんですよね。僕も大きく2つあるというふうに考えていて、それは学歴を上げないと世界で戦えない韓国っていう現実があるからというところと、2つ目は学歴を上げなければたくさん稼げるチャンスがあんまりないからっていうふうに考えております。これは韓国っていう国、そして韓国の個人として生存する上で必要な戦略なんですね。この物語を聞いて皆さんも考えてみてほしいんです。皆さん韓国で生まれたらどのような生き方になってると思うんですか？日本の生き方と同じ生き方を韓国でしていたと思うんですか？本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もぜひお願いいたします。以上、パクでした。アンニョン。